はい、皆さんこんにちは。今日は国際結婚についてお話ししたいなと思います。ポッドキャストのテーマどうしようかなって前に考えてた時に、今まで仕事のこととか自分のこととかマインド面とかそういうのをお話ししてきたんですけど、やっぱり恋愛とか結婚の話も面白いかなと思ってインスタで国際結婚について質問ありますかって質問を募集したので、それについて答えていきたいと思います。実はこれ撮り直してて、さっき撮ってたんですけど、なんかうまく話せなくってもう一回撮ってます。ちょっとやっぱ難しいね、こういう質問の回答って。ゆるーくやっていきたいと思います。やっぱ国際結婚とか国際恋愛って今はもう全然珍しくないし、私の周りにもね結構いるんですよ。でも国際って言ってもね、国によってとかそもそもその人によっていろいろ違うんで、私の場合はっていうので答えていきたいなと思います。ちなみに私の旦那さんは中国の方ですね。はい。質問がスクショを取ったんだけど、はい。やっぱり多かったのが文化の違いとか、あとは生活する上で些細な当たり前が通じなかったことありますかって。はい。こういうね、文化の違いとか、その当たり前が通じないとか、同じ意味かなと思ったんで、一つにまとめて答えたいなと思うんですけど、そんなに印象に残ってることはなくって、ここ文化の違いだなとか、全然思ったことはないですね。だからそういう面では、そこの困難はなかったんですけど、文化の違いって言っていいかわかんないけど、お金の使い方とか、そういうのは違ったかなと思うんだけど、でも、すごく相手のお金に対する考え方っていうのがすごくよくって、私も今はそういう考えになれたからよかったなと思うんだけど、やっぱり必要なものとか、人のためにとか、自分のためでも、自分の健康のためとか、そういうのには惜しみなくお金を使うっていうのが大事だなと思いました。私は今まではどっちかっていうと節約家、倹約家だったんですよね。でも無理はしてなかったし、それはそれで面白かったなと思うんだけど、やっぱり日本人がね、ケチかどうかはわからないですけど、そういう人が多いかなと私も思ってて、私もその一部だったと思うし、ケチっていうとね、なんかネガティブな言い方なんだけど、お金を大切にするって言ったらね、いいかもしれないんだけど、自分の健康を損なってまでとか、健康っていうのは体だけじゃなくて心もそうですよね。やっぱり便利なものとか楽になるものにはどんどん投資していくべきだなっていうのは、私はもう結構めんどくさがりな性格だし、お金の計算とかも苦手だったから、でも今はまだ計算は苦手だけど、必要なものはね、どんどんお金を使っていくっていう考えになって、これはお金あるないに関係ないなと思って、お金がある人でもね、ケチな人ってたくさんいると思うし、でも私たちもね、今はステップアップしていって、お給料も上がって、私なんかは独立してっていう風にやってるけど、もともとは全然そうじゃなかったんですよね。そんな状況でもお金の使い方っていうのは
今の方がお金はたくさん使っているけど、昔から旅行とか美味しいもの食べるとか、そういうのは我慢せず使ってたかな。で、お金って稼げばいいんで、もちろん貯金とか、必要最低限残しておくっていうのは大事だし、でも貯金というかね、投資っていうのに回していって、ちょっとお金の話になっちゃったけど、こういうね、お金の、投資とか、そういうのについてはまた別で話そうかなと思うけど、ちょっとこれね、文化の違いって言っていいかわかんないね。ただ、私もね、相手の国に行ったりとかするけども、ご飯をね、割り勘するっていうのは相手の国ではまずなかったですね。誰かが全部払うっていうのが、日本だとやっぱり割り勘文化だよね。これはいい面もあるとは思うんだけど、やっぱりめんどくさいですよね。1円単位まで割るとか、やっぱり誰かが払うっていうね、そういう文化はすごくいいなと思いました。逆にみんな払いたがるっていうのね、本当にそうなんですよ。日本人の人はね、あんま信じられないかもしれないんだけど、そこが面白いなと思って。だから私も今でももちろん友達とご飯行くときは割り勘ですけど、そこはやっぱり平等なんで、そういうのは大事だなと思って、ちょっとめんどくさいですけど割るっていうのは、もうそういうところでお金の不満とかってね、友達って一生付き合っていくものだから、そういうのは大事だなと思って、お金っていうのは一番価値観とかが出るかなと思いました。はい。っていう感じで、次はビザとか手続きとかで大変だったことはってね、これも一つ質問いただいてたんですけど、これもね、あんまり大変だったことはないんですよね、結論。やっぱり結婚するって契約なんで、これは国際に関わらず手続きもいるし、何かと壁があったりとかすると思うんだけど、その中でも国際っていうのはね、国内と違った壁がありますよね。でも、それは大変とか苦労とは思わなかったかな。それがあるからこそ、それを超えてこそ仲って深まると思うから、これは国際、国内に関わらずだけど、そういう壁とか困難っていうのは一緒に乗り越えていくっていうのは、私は結構好きなんですよね。それは自分がそういう性格だからっていうのもあるんだけど。だからね、もちろん手続き系は書類もたくさんあったし、その分お金、時間もかかったし、でもやっぱその書類を出して印鑑をもらえた瞬間っていうのはすごく嬉しかったかな。あとね、これ別に質問にあったわけじゃないんだけど、名字が変わらないですね。日本人で結婚したら名字変わるじゃないですか。どちらかが。それが私結構嫌だったんですよ。昔から思ってて。でも別にそのルールが嫌だ、反対とは思ってなくって、そういうルールはルールでいいと思うんだけど、私は個人的に自分の名字がすごく好きだから変えたくないなと思って。やっぱり名字が変わった手続きとか、変わった後の手続きってめっちゃめんどくさいなと思うんで、それも踏まえて、どんな名字であれ私は今の名字が好きなので、そこはいいなっていう面ですね。はい。あとは、国際結婚に不安はありましたか？あれこれさっき答えたっけ？やばい、頭が回ってない。不安はなかったです。しかも一本取って取り直してるから、やばい、忘れちゃった。不安はないということで。はい。次が、喧嘩の原因は文化の違いですか？これ喧嘩する前提になってるけど、喧嘩はね、そもそも全然しないんだけど、文化の違いで喧嘩は一切ないね。そもそもそこを踏まえてお付き合いして結婚したから、そこに文句を言うのは違うかなと思って、そんなに器は狭くないので、でも喧嘩はするけどね。それはでも、
ちょっと言い方が悪かったとかかな。喧嘩はね、本当に少しでも早く仲直りした方がいいし、相手のやったことが嫌だったわけで、相手自体が嫌じゃないとは思うから、その場合はね、すぐに仲直りした方がいいと思います。怒ってる時にね、仲直りをすぐするって難しいかもしれないんだけど、絶対に喧嘩は寝る前には終わらせた方がいいね。それがすごく難しかったとしても、その努力をお互いするっていうのが大事だなと思います。もちろん不満とか文句があったらちゃんと言うっていうのは大事だけど、その言い方も大事ですよね。だからその言い方っていう面で言うと、私これ国際結婚だから良かったと思うんだけど、国際結婚だから良かったっていうわけでもないけど、やっぱ私ってその言い方とかそういうのに敏感だったりするんですよね。すぐに怒ってるなとか、なんか嫌な言い方だなとか、そこがない。なぜならもちろん相手は日本語めちゃくちゃ上手ですよ。本当に一流企業で働いてるし。でも日本語特有の嫌味な言い方とか、そういうのはやっぱできない。経験がないし、多分言われたこともないからかな。そこがね、すごくいいんですよね。だからよくね、コミュニケーションの壁とか、言いたいことが伝わらないとか、そういうのって困らないのっていろんな人に聞かれるんだけど、全部が全部伝わる、100% 伝わるイコールいいってわけじゃないと思ってて、伝わらない方がいいこともあるんじゃないかなって思いますね。思いを伝えるのはその言葉だけじゃないと思うから、態度とか日頃の行いとか、そっちの方が大事だと思うから、何でもかんでも言葉で何でも伝わるっていうのは逆に喧嘩の原因になったりとか、良くないんじゃないかなって私は思います。言葉より本当に態度とか、その人にしてあげることっていうのが大事だなって思います。よく口だけの人とか言うけど、口ではいろんなこと言うけど、その行動が伴ってないっていうのは良くないですよね。はい。で、じゃあ次の質問は、子育てをするならどんな教育にしたいですか？今はまだ子供はいないけども、子育てか、国籍とか言語だよね。国籍は何でもよくって、言語はやっぱり私がずっと言語を勉強してきてる身だから、言語には興味持ってほしいね。日本に住むなら日本語はもちろん話せてほしいし、無理やり教育していくのは大変だろうから、本人がね、興味を持ってほしいなっていうふうに思いますね。教育について結構ね、いろいろ考えてる部分はあるけど、それは国際結婚だからってわけではないかな。子供に対してこうしたいとかはいろいろ思ってますね。でもやっぱり語学には興味持ってほしいな。自分から勉強したり留学したりとか、そういう子になってほしいなとは思いますね。私たちがお互いそういうタイプなんで。やっぱり語学ができると幅が広がるし、人生の幅自体も広がるんじゃないかなと思います。お仕事もね、いろいろできるし。はい。そんな感じですね。質問はこれぐらいで、そんなにたくさんあったわけじゃないんだけども、なんか、1本目何喋ったんだっけな。なんで撮り直したかっていうと、お金の価値観についてちょっと話しすぎたなと思って、やっぱり何々人がこうとかそういうのは言いたくないんですよね。で、私絶対に自分は日本人だから日本人については言うけど、他の国の何々人はこうです
とは言わないんだけど、かといってね、日本人はこうってその主語が大きすぎるんで、全員がそうじゃないし、だから SNS でもそういうのは言いたくないんだけど、たまにインスタで見る日本人の女性はこうとか、日本人の男性はこうっていう投稿が私好きじゃないんですよね。でも SNS ってエンタメだから、そういうタイトルの方が伸びるっていうのがあるから、別に深く考えずにね、見て、それで発信するのは別にいいんですけど、私は絶対そういう発信はしたくないなと思って、そもそも見ないですね、そういう投稿は。でもたまに流れてくるかな。多分私のインスタと似てるんでしょうね。そういう海外向けの発信っていうのが。なんだっけな、前見たのは、日本人の女性はこうされたら嬉しいみたいなのを見たかな、ショート動画で。内容は覚えてないし、ちゃんと見てないけど、それを発信するのはいいけど、私は絶対発信しないなっていう感じで。SNS ではそっちの方が批判も含めて、エンゲージが上がるんだけどね。そこはでも私はやらないかな。数字はもちろん多いに越したことはないんだけど、だから今回もね、特定の国のこととかは絶対言いたくないし、日本はこうとか、あんまりそういうのもね、実は言いたくないんだけど、でも前向きな話はしたいよね。日本人はこういう性格だよっていう前向きな話だったらいいけど、別に全員がそうじゃないし、誰かの役に立てばいいなっていう感じで、そういうのは発信していくけども、でもやっぱり恋愛って本当に人生において大きいですよね。だから仕事も同じだけど、失敗した方がいいなとは思います。最終的に成功すればいいんじゃないかなっていうのは、ただ取り返しのつかない失敗っていうのは仕事ではあんまりないと思うんだけど、恋愛ではあるよね。そこは気をつけてほしいですよね。やっぱり出会う人によって人生変わって、最終的に見たら全部がいい思い出になるかもしれないけど、結構 SNS 見てると、うわ、こんな人いるんだみたいな。でもそんな人とお付き合いしてる方にも問題はあって、だって人って変わらないんですよ。だからその人を変えようとか、今はこうだけど将来は優しくなるだろうとか、変わるだろうとか、そういう期待はしちゃダメですね。自分がそれを受け入れる。こういう性格でも受け入れるっていう覚悟がないとダメだなと思います。前にスレッズで見たのが、喧嘩して家めちゃくちゃにされて炊飯器投げられたっていうのを見て、もう怖すぎって思って、そういう人は絶対変わらないですからね。だからね、もちろんやる方が 100% 悪いんだけど、なんでその人を選んだのかなっていうのはちょっと思っちゃうよね。もしかしたら最初は気づかなかった、最初は優しかったとかかもしれないんだけど、でもさっきも言った通り、大事なのは言葉とか何を言うかではなくて、日頃の態度、あとは尊敬できるかっていうのが大事だなと思います。その尊敬っていうのはパートナーも家族も友達も全部に共通する大事なことだなって思います。完璧な人はいないから、良くない面もあるかもしれないけど、それ以上のいい面とか尊敬できる面があれば、そこを見ていけば、相手のことを嫌いになるとか、もう嫌だって思わないんじゃないかなと思うし、逆に尊敬できる面がないなら厳しいなって正直思います。この間ズートピア2を見たけど、ちょっとネタバレするんで、ズートピア2これから見る人はもうここで聞くの終わりにしてください。ズートピアに出てくるニックとジュディってお互いがね、お互いとっても大切だけど、動物の種類も違うし、考え方とか性格も違う
けどだからこそ一緒になったらすごく強くなれるっていう風に言ってて、私すごく感動して、確かになと思って、私と旦那さんも結構性格とか考え方って違うんですよね。でもそれを受け入れて、で違う部分があったとしてもお互いそれを補っていくっていういい面もあるから、そういう風に考えられたらいい関係になれるんじゃないかなと思って、ジュディとニックみたいにね。でもそもそものさっきみたいに炊飯器を投げるとか暴力するとか性格が悪すぎる怖いっていうのはもう性格の不一致とか補っていくっていうレベルではないですよね。そういう性格を変えるっていうのは非常に難しいしほぼ不可能なことなので、これを聞いてくださってる皆さんがそういうので嫌な思いとか不幸になってほしくないなと思います。みんな幸せになってほしいなって本当に思ってるんですよ。そろそろ今日はこれぐらいで終わりにしようかなと思います。もうこんな話は女子会で永遠と話すようなテーマですね。もうダラダラ喋っちゃいそうなんで、本当にここで終わりにします。はい、最後まで聞いてくれてありがとうございました。では、バイバーイ。